苦というものですね。体は苦、すべてのそのものが、変化してないものがない、変化していない現象がない。これが理解できますか？何で理解するんですか？その変化というものを理解された対象ですね。だから理解する方はまた別の現象ですね。エネルギー。知るエネルギー。理解するエネルギー。心の振る舞いですね。理解するという。知るという行為。知るという行為なんだから、対象がないのはおかしいですね。それは対象は変化です。知るというのは心です。知ってる心。知られるもの。調べられるんですね。調べること。異なってる。心ですね。心と体ですね。別物ですわ。漢字が2つも。心と体。ここなんですよ。ここがその瞑想が内側か外側、心なんです。境があるんです。内側の境とか、体も物体ですね。体以外はその外的。体は、心の外的。でも外的が2つあるんです。心、体以外の。心とか体が一主体になってて、総合したもの。遺体だったら、何かなくしたんですね。精神がなくなったとか、体だけ残ってる。だから遺体。だから生きている人は何か体だけじゃないんですね。それを探すんです。精神は何でしょうかってね。だから精神がその分からない、見えない、表しがないというですね、見えない。見えないですけども、ないとは言えますか？空気は見えないですね。温度見えないですね。匂いも見えないですね。味も見えないですね。見えないものがあるんですね。その際しますね。なぜわかるのですか？もし心が働かなかったら、気づいてないまであれば、あってもわからない。見間違いっていうですね、勘違い。徐々に分からなくてもよろしいんですよ。頭で理解するということを体験で、ああ、これなんだって。いつがそういうその時がや。体は体、心は心。別々になっています。そのボトルがあるんですね。ちょっとボトルがその中に何か入ってますが、水。その薄輪は何ですか？水ですか？薄輪。それ、プラスチックですね。プラスチック飲まないですね。だからプラスチックの中のその水の形は、もし別の形、薄ったらどういう形になるんですか？その水もう変わるんでね。だから本当の水の姿がどう説明すればいいんですかね。もし薄輪の形に合わす姿、そうしかないですね。これが基本的なことなんだけど、体と心は違う。鏡と
なんていうか表すんだ、反射するんです。それ別物です。伴ってるんですけども別々なんです。これ大きいですよ。これがヴィパッサナーの入り口。体は体、心は水は水、ボトルはボトル。これ言うと水は心と心ですね。ことですはい。ね。もしそれが見えるんで、もし空気だったら見えないですね。だからみんな空っぽやないと空気が入ってるよって知ってるか知ってないかだけ。でも確かめることができる。それが科学的な学び方。これ精神なんだから、設備がないですよ。自らじゃなければ。だからそれがなんかね、作り出す。自分の理解するための設備とか道だとか。だから何々道になるとか、神道だとか、仏道だとか、やり方。だからやり方だったらそれがノウハウなんです。やらないと結果が出ない。知ってると、浄化してると違います。例えこれみんな大体知ってますね。この中に何か入ってますか？財布。財布。財布あります。これ推測です。推測。確かめましょうかって。確信できるかな？合ってるか合ってないかは確信できないですね。これがですね、何か入ってるかと聞かれたら考えますね。知ってないから。それ知ってると考えるが異なってます。これが心の働きが違う。知ってないから考えてしまう。でもこれがね、一つだけやないと思いますね。財布はこのぐらい大きいのはね。大金持ちですね。これ財布かな。手帳ですか？また考えてますね。また考えてますね。考え分かったら、これは一つの心の働き、見てみましょうか。今度ね、見せる人とまだ見てない人、これ見てください。いや、心見てしまう。だから見えない方はまた考えてるんだよね。そうでしょ。見えたね。だから考えてると知ってるというかね、ことになってた。もしですね、この中にありますか？考えてます。あります。何ですかってね。見せるんですよ。石かな？プラスチックかな？見たままでも確信できない。だからどの程度というのは、これ以上がない。分かりきったっていうこと。知りきれてない。それがね、それだったらもう瞑想が無礼です。確かめることができない。接触してみたら、これなんだって。接触も一つの確かめる方法。でも、ね、睡眠中では絶対ダメですよ。わからない。ね、麻酔されて、もう意識が働かないと。言うから呼びかけても起きないですね。だから体のことを知るっていう体のことは関係ないです。心だけです。これがただの道具、設備、それと同じ。入れ物。これも道具。これも道具。目だけ分かったら全ての六感の働き分かります。